はい、本日は AT の決定法についてお話しします。AT の教科書的決定法、CPX 中にこのあたりかなって考えるポイント、でそれからちょっと AT と紛らわしいもの、決定しにくい AT、シュードスレショルドなどについてお話をしたいと思います。これ9パネルですけれども、9パネルのパネル3、5、6、8、9、この辺を使います。最初は骨格筋内に溜まっている ATP とかクレアチンリン酸を使うんですが、その後、血液中のブドウ糖、それから骨格筋内の貯蔵グリコーゲン、これが使われます。それと同時に血中の脂肪酸も実は使われていますが、10分間ぐらいの運動では、ブドウ糖の方を主に考えればいいだろうというふうに言われております。で、実際はでも脂肪酸の影響も若干出ます。この絵は、講習会なんかで皆さん見たことあるかもしれませんけれども、運動中の ATP 産生の絵です。で、血液中の C6H12O6、これブドウ糖ですよね。で、それと6個の O2、あるいは細胞質内のグリコーゲン、これ C6H12O6 が重合したものですけれども、それを使って解糖系に入ります。で、ピルビン酸、アセチルコエに変わって、で、ミトコンドリアにそれが入ると。で、TCA サイクル、電子伝達系。この電子伝達系で酸素によって、ATP ができるというわけです。運動が激しくなりますと、血管の中からの、ブドウ糖の動員、あるいはグリコーゲンの動員が増えまして、ピルビン酸までたくさん増えるんです。脂肪酸もちょっと増えます。ですけれども、この酸素が、ミトコンドリアの中に入っていくところでちょっと、時間がかかります。ですから、アセチルコエも十分、TCA サイクルでぐるぐる回すことはできないんですね。で、ここに限界があるわけです。で、ミトコンドリア内での ATP 産生が需要に追いつかなくなると何が起こるかと言いますと、細胞質内で ATP が作られると。で、その代わり、ピルビン酸が乳酸に変わるというわけですね。で、乳酸が、ちょっと酸性度が高いので、HCO3- 重炭酸塩が来て、それを、干渉するというわけです。で、その時に CO2 が出るというわけですね。ですから最初6個の O2、6個の CO2、これ1対1だったんですけれども、この嫌気的代謝が始まりますと、O2 対 CO2 が、HCO3- 由来の CO2 が増えますから、CO2 がちょっと増えるというわけです。運動が激しくなると CO2 産生が急激に増加し始めるというわけですね。AT 決定法です。主にこの5つですね。VO2、VCO2 関係、V.O2 に対して V.CO2 が上昇開始する点。2つ目は V スロープ法。V.CO2 と V.O2 のプロットの直線が45度以上になる点。で、3番目は V.E over V.O2 上昇開始点ですね。で、4番目は ETO2、エンタイダル O2 の上昇開始点。で、5番目はガス交換比 R の上昇開始点というふうになっております。で、リアルワールドではですね、その他にピーク VO2 の50から 60% ぐらいのところに AT がありますから、その辺も参考にすると。ただし、これは十分負荷がかけられた場合のお話です。で、それから V スロープ方のところでですね、点が素になるところなんですよね。で、そこが AT のことが割と多いという、これは経験的なものです。で、あと呼吸数が増加を開始する点、R スレショルドと僕は呼んでいますけれども、それも割と参考になります。で、まず V.O2、V.CO2 関係です。ランプ負荷中、この、V.O2 っていうのは負荷が増えるにつれて直線的に増えます。で、ところが V.CO2 は先ほど言いましたように AT になりますと V.O2 よりも伸び率が増加します。で、その結果ですね、V.O2 と VCO2 の乖離するという、この2つの平行性が崩れるところが AT だと考えることができます。最初は平行で、途中で平行ではなくなると。で、次はですね、V スロープ法です。V スロープ法は X 軸に V.O2、Y 軸に V.CO2 ですね。で、安静時は R が 0.82 とか 0.83 ですから、この45度の線よりちょっと
下に来てるんですけれども、ウォームアップをすると、それが少し増えると、高い位置に来るということです。で、ランプ負荷が始まると、ここの黄色い線、青い線、赤い線と書いてありますけれども、こういうパターンをたどることが多いということです。で、この青い線が、だいたい45度に走るんですけれども、そこの45度から、ちょっと急峻になるところ、赤い線に変わるところ、そこが AT というわけですね。この赤い丸で囲ったところです。で、最初のこの黄色い線の部分、黄色の丸から青の丸までの間、何が起こっているかというと、骨格筋にですね、炭酸ガス CO2 が溶けるんですね。ですから、そして口元から出る量がちょっと減るんです。ですからちょっと右側にシフトすると。でそれからあとベータ酸化の影響が若干最初出まして、そうするとベータ酸化はですね、R が 0.7 ぐらいですから、ちょっと右側にシフトすると。で、それよりもC6H12O6 ブドウ糖の解凍系が優位になり始める点が青い点だというわけです。ですからこの最初の折れ曲がりを AT だと勘違いしてしまうと、かなり AT を弱いところ、低いところと考えてしまうわけです。見方としてはこの最初の黄色い部分っては45度よりも浅いということですね。折れ曲がり点ということだけじゃなくて45度から折れ曲がって急峻になる点というところだというのを覚えておくといいと思います。それから VVO2 の上昇開始点ですね。これは先ほどから言っておりますように VO2 は負荷が増えるにつれて連続的に増加すると。VCO2 というのは AT を超えて増加すると。で、VE と換気というのはですね、VCO2 に依存しているわけです。ですから、AT を超えるとちょっと傾きが急峻になるわけですね。で、それで VVO2、これはですね、分母の VO2 は一定の割合で増えると。で、分子の VE はですね、AT を超えると増加が大きくなると。いうことで VVO2 は AT を超えると数値としては大きい数字になるわけです。一方 VE、VCO2 の方は AT を超えると両方とも大きい数字になるわけですね。VE も VCO2 も両方大きくなりますから、VVCO2 のパターンとしては AT を超えても徐々に低下するというパターンなわけです。ですから、VCO2 は上昇しないで VVO2 だけが上昇を開始する点が AT だと考えることができます。それをパターンで示したのはこれですね。ピンクが VVCO2、緑が VVO2 ということです。で、それから ETO2、エンドタイダル O2 の上昇開始点というところがあります。エンタイダル O2 というのは、終末呼気の O2 のテンションです。末梢で酸素がたくさん使われるにつれてエンタイダル O2 だんだん下がってくるんですけれども、AT になりますと呼吸が荒くなり始めまして過換気になるわけです。で、そうしますと外の空気を吸い込んだのが換気に生かされずに戻ってくることがあるんですね。で、それを口元で捕まえるということで、AT になりますと ETO2 が実際に使われた分だけじゃなくてもともと外にある分が加わりますので上昇を開始するというふうに言われております。で、ETO2 が上昇開始点がAT と。ですから AT で過換気になり始めない人っていうのは ETO2 で AT を見つけるのはちょっと難しいことがあります。で、それから R、ガス交換比の上昇開始点です。R というのはVO2 分の VCO2 です。で、VO2 に対して VCO2 が、増加開始する点が AT ですから、当然この R というのが AT では上昇を開始するというわけです。ただリアルワールドでは、若干 R がもうちょっと早めに上昇開始し始めてしまうこともあります。この5つで大体わかるんですが、その他にちょっと参考にするポイントというのがありまして、まず一つはピーク VO2 の50から 60% ぐらいが AT だということです。ただこれは十分な負荷がかけられた場合です。途中で負荷やめてしまったらピーク VO2 に対して AT は高い値になるんですけれども、ピークの R が 1.10 できれば 1.15 以上まで負荷がかけられれば、パーセントピーク VO2 とパーセント AT っていうのは似た値になることが多いということですね。で、ピーク VO2 の
5、6割のところを探すと、AT っぽいところがあるということです。A に示すとこういうことになるわけですね。で、通常パーセント AT とパーセントピークブレツは一緒だということで、それであまりにも離れていたら、なんか理由を考えないといけないわけですよ。なんでパーセント AT がこんなに高いんだろうとか、なんで低いんだろうと、そういうことが、理由が思いつかない場合には、AT の決定した場所が間違えているのかなって考えるといいと思います。その理由なんですけれども、パーセント AT の方がパーセントピーク VO2 よりも高い場合、普通はですね、さっきから言ってますように VO2 は直線的に伸びるんですけれども、それが直線的に伸びてるんですが、で、AT も割と普通の数字なんですけども、ピーク VO2 だけはやけに低い。こういうことが起こります。これは努力不足、なんか検査が嫌で患者さんが途中で中断してしまった場合、これはよく聞くと、最終的な疲れ方、ボルグの13とか言い出す人がいます。そういう人はもっとできたのにやめちゃったっていう可能性が高いので、AT とピークのパーセントはずれることがあります。あと、脚力不足の場合ですね。で、それからですね、なんかどっか痛くした時ですね、足が痛いとか、そういう理由で漕げなくなった場合もあります。で、この赤い線はですね、VO2 が途中から、伸びが悪くなってしまう場合ですね。デルタ VO2、デルタワークレートが低下する場合です。これは何らかの心機能障害が生じた場合、虚血とかペフの影響が強く出た場合とかの時ですね。この時は負荷量としては十分超えてるんですけれども、VO2 としては伸びが悪いということが起こります。で、ピーク VO2 の方が高い場合ですね、普通に比べて、AT もちょっといいんですけど、ピーク VO2 がすごくいい。これはもう頑張った人ですね。CPX に対してすごく頑張って、歯を食いしばって漕いでくれたとか、あと運動療法をしっかりやってると、AT も伸びますし、ピーク VO2 の方がもっと伸びる場合もあります。で、日本人の標準値、これ、何度も出してますけれども、ジャーナル・オブ・カーディオロジー2013年に出ております。で、AT のパーセントとか考えるときは、この数字を使うといいと思います。で、ピーク VO2 も同様に書いてありますので、よろしければこれを使ってください。で、もう一個ですね、AT の決定法の参考になるところとして、V スロープで点が素になるところなんですね。AT 以下は呼吸数は一定です。ですから、この V.2、V.CO2、この、ドットがですね、間隔一緒なんですね。で、ところが AT になりますと、VCO2 の増加度が大きくなりますから、一旦この Y 軸方向の、伸びが強くなる。だからちょっと素になるんです。ですけれども、すぐに今度呼吸も速くなりだしますから、その意味でこの点々点の間っていうのが短くなるんですね。で、それで AT の付近では素になるように見えるというふうに、僕は考えてるんですけれども、で、これ実は一番最初、高木原記念病院にいた伊藤春樹先生が教えてくれたことで、はっきりした理由、よくわかってないような感じです。で、僕の解釈としてはこういうことかなというふうに考えております。最後にですね、呼吸数が増加を開始する点です。RR スレショールドって僕は呼んでるんですけども、レスピラトリーレートの閾値ってことですね。この黄色い線で示したのが、左の図の黄色い線がこれ呼吸数なんですけれども、多くの人は AT を超えると呼吸数が増えます。この絵に書いてあるほど急に増えるってことでもないんですけれども、なんとなくそれまではあんまり増えなかった呼吸数が伸び始まる。これがあって VBO2 が増加を開始するという、この辺が一致すればですね、ここは AT かなってかなり強く思います。ただ、右の絵に書いてありますように、今度は青い線が健常人なんですけれども、鍛錬してる人っていうのは AT で呼吸増えないことがあるんですね。RCP で呼吸増えることがあるので、そういう人の場合には、この RR スレショルドは使えません。AT の決定は難しい場合、これはですね、負荷不十分な場合、回転数が一定しない場合、漕ぐ姿勢を変えた場合、AT 付近で何か話をしてしまった場合、あとエクササイズオシラトリーベンチレーションで AT 付近で深吸気をしてしまった場合とか、シュードスレショルドの場合です。
AT 直後に負荷終了するとですね、V スロープの変化、VVO2 の変化、ETO2 の変化などが、非常に後半部分分かりづらくなります。ですから、AT が分かんなくなるということですね。で、AT で、自分で声で見ると分かると思うんですけれども、なんとなく筋肉が熱くなったりですね、なんか違和感感じることなんですね。で、そこでやめてしまう人はいるんです。その時にボルグ11とか13とか言ってたら、なんか AT でなんか感じてやめちゃったんだなと思ってください。で、そういう時っていうのは AT とピークがほぼ一緒だったりとかすることもありますので、解釈は難しくなります。で、回転数、これもですね、50回転が45回転になると、10% が低下すると、意外に VO2 っていうのは低下するんですね。ですから回転数が一定でないと、AT って分かりにくくなることがあります。あと姿勢ですね。AT になるとですね、筋肉疲れ始めます。で、姿勢を変えますね。普通の人はそうすると疲れないようにして漕ぎますから。で、疲れてない筋肉、要するに全然今まで、AT とかになる理由のない、ブドウ糖をうまく使っていない筋肉、元気な筋肉が出始まりますから、リセットされるわけですね。で、また呼吸圧分析としては、2番目の AT みたいなのが出てくるということがあります。AT っていうのはこれ細胞1個の話ですよね。で、人間はもっとたくさん細胞ありますから、筋肉群が運動に参加してますから、そういう場合もあると。で、そういう時実際リアルワールドをどうするかと言いますと、運動処方の場合には、一番最初の AT っぽいところを使ってまず運動してもらって、で、実際声で患者さんがすごくこれじゃ軽いって言った場合にはちょっとずつ負荷を上げていくという方法でいいのではないかというふうに考えています。エクササイズオシラトリベンチレーション。これはもうなんとなくこの VVO2 がこうやって上がり始まるかなとか ETO2 が下がり始まるかなとか見られる場合もありますけれども、ここなんて指し示すことはできません。ですからこの辺のどっかであるんだろうなとは思いますが、そもそもというところなんですけれども、このエクササイズオシラトリーベンチレーションを示すような人は割と重症心不全、そういう人の中でも特にちょっと運動対応能の低い人ですので、こういう人にやるのは有酸素運動じゃないんですよね。プレトレーニングですよね。ですから AT は決定不能でした。EOV がありますと書いて、セラバンドとかですね、自重のつま先立ちとか、そういうのをやってもらえばいいということで、決定する必要もないかもしれません。はい、それから深く息を吸ってしまった場合もあります。ここに書いてあるのは正常なパターンですが、体内ボリュームを急に増やして、ため息みたいな感じですよね。呼吸数ちょっと減ると。これ結局 V が全然増えない場合もあるんですけども、大抵ちょっとやっぱり V 増えちゃうんですね。で、そうすると V が増えると VO2 っていうのはそれでも漕ぐペダルの重さに関係していますから、VO2 ってのは変わらないんです。で、VCO2 が、V と一緒に動いちゃうということは、VVCO2 って相変わらず不変なんですけれども、VVO2 の分子が大きくなりますから大きい数字になると。このピンクの点線は一定なんですが、緑の点が増えちゃうと。で、最初にこの VVO2 が増え始まるところを AT と考えてしまうところがあるんですね。ところがその後に回復した後が、実は真の AT だということもあります。で、この時って VVO2 の方が VVCO2 より高い数字になっていることもあるんですね。要するにガス交換比が1を超えちゃうこともあります。原則として1は超えないんですけれども、リアルワールドではそういうこともありますよということです。それからシュードスレショルド、偽物の AT ですね。ランプ負荷開始前、安静時とかウォームアップ中に過換気があった場合、あるいは筋肉量が多い人などでこういうのが起こることがあります。過換気がありますと、ガス交換比がですね、変動します。この CO2 っていうのは筋肉に貯蔵されてるんですけれども、過換気だとそれが出てきちゃうんですね。で、VCO2 として排出されて一瞬 R は上昇します。で、それが終わって筋肉の CO2 がなくなると、今度その筋肉に CO2 がまた溜まり始まるわけで、運動がちょうど始まって CO2 酸性が多くなると、最初に酸性された CO2 は筋肉に溜まるんですね。ですから口元で出てこないんですよ。VCO2 の伸びが悪くなる。で、結局 VE も伸びが悪くなる
いうことです。で、運動はしてますから、運動強度に応じて VO2 は順調に増えるわけです。ですから VO2 は増えてるのに VCO2 と VE の伸びが悪くなるという現象が起こります。この青い線ですね、紺色の線、VVCO2 に比べて VVO2 の低下率が高くなって、その後ですね、骨格筋の CO2 が満たされますと、またですね、VVO2 が、一旦上昇してくるんですね、満たされると。で、その後で普通のパターンで、低下して、で、最終的にちゃんとした AT が出ると VVO2 が上昇を開始するという、そういう現象が起こります。で、最初に筋肉内に溜まった後に元に戻ってとか、なんかそんなことがある時に VVO2 が一旦下がって上がるんですね。で、そこの下がったところを AT っぽく取ってしまうことがあります。それがシュードスレショルドだということです。で、その後に一旦戻って一瞬 VVCO2 と平行になって、その後上がる。そこが AT だというわけです。ということで、AT の決定法、VO2、VCO2 関係、V スロープ法、VVO2 上昇開始点、ETO2 上昇開始点、R 上昇開始点。これは原則なんですけれども、その他ピーク VO2 に対する割合とか、V スロープで素になる点とか、呼吸数が増加を開始する点、この辺を、参考にすると、AT を間違えることということはないのではないかと思います。で、シュードスレショルド、最初に過換気があった場合には、これ起こるかなというのを、気にしながら解析をするようにしてください。今日はですね、ロマネコンティの畑を見ながらお会いしたいと思います。どうもありがとうございました。